皆さんこんばんは。ようこそミッドナイトスナックブラッド&ストーリーズへ。深夜にぴったりなスリルと好奇心を満たすほんのひととき。ホストは私、住深夜と多田聡と桐山和久です。この番組は YouTube で配信中のバンピリックオーディオミステリー X&B がお届けするオカルトミステリーポッドキャストです。そんなんしてるからちゃいますか大丈夫ですか2人とも。固定になるのやめてもらっていいですか。中途半端なツッコミやめてもらっていいですか。いや違うんですよ違うんですよ、中途半端かな。じゃあこんなことやってて失敗するんですよって言うんやったら、何もしてないのに失敗したらどうなんですか。それは別に関係ないですよ、今の話とは関係ないですか。関係ない。そりゃそうやな、はい、そりゃそうやわ。関係ない。ごめんびっくりした今。ごめんはい。思い出させるなよだ思い返してくる。いやね、いやもうでも9月ですよ。そうですよ。ね、すっかり秋ですか。秋ですまだ暑い暑い。すっかり秋ですか。秋だといいな。秋だといいな。ね、本当に思ってますけども。やっぱね、秋ってさ、なんか紅葉とかさ、なんかね、秋の味覚とかあるじゃないですか。僕はっきり言っていいですか、ここ数年全然感じてないんですけど。ほんまに？そう？感じますか？忘れてるだけですって。あ、そうですか？いや結構やっぱなんか涼しいなって思う時あるって。あるかな？あるあるある。涼しいなは10月末ぐらいからなんですよね。いやずっと暑くないですか最近もう。まだ夏っていう。なんか11月ぐらいでもなんかまだ暖かいってあるもんね。ある。本当にそう。で急にさ、先週まで暖かかったのに、いや寒くなる。何これみたいなね。あるある。っていうことはありますよね。春夏秋冬じゃない。だから葛藤なんです。言ってるんですよ。大阪のねおしゃれな街で、11月の末にあったかいからジャケットも着ずに歩いてたら、ああいう人がおるから嫌やねんっていう風で、めちゃくちゃ怖い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 。ごめんなさい。恐ろしい。ありました。しょうがないけど暑いんだからねって思ってほしいですけど、涼しくなってほしいなと、そういう願望を持ちつつね、頑張っていきましょう。はい。それでは始めましょう。ミッドナイトスナックブラッド&ストーリーズ、最後までごゆっくり。この番組は世界のオカルトをテーマに語るブラッドエディションとオーディオドラマ X&B をお届けするストーリーズブラブラブラパッパー。ここ毎回言ってない。ここ毎回ほんま言われへん。ストーリーズにたどり着かない俺の中で。ストーリーズエディションをね交互に配信していきます。今日はストーリーズエディションということで、X&B ナイトフォールズカブンシーズン2ザ・サイレント・セイレン第6話をお届けいたします。6話まで来ました。来ましたね。第5話でね、またちょっとビョルンたちのところと、X のところがあって、そしてビョルンがどうなったのか、どうなっちゃうんでしょうね、いう感じでございますけれども、ちょっと待って、俺さ横見るたびにさ、2人のこれがさペコ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 同じ感じでなんかこっち向くのがめっちゃ面白いってしゃあないよ生きてるんだよこいつらも。ペコ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 魂が入ってるから。それに宿ってますから。衝撃的。一緒にずっとね去年からやってきた仲じゃないですかこいつらも。いやそんなに仲良くなってると知らなかったんですけども、お二人は今後どうなっていってほしいとかありますか、展開的に。そうですね、やっぱ幸せになってほしいですよねすごい状態からです。なかなかさ第6話で今めっちゃピンチなのに、めっちゃピンチだけど幸せになってほしい。なかなかそれはそうそれはそうなんだけども、どう切り抜けていくのか、どうなっていくのかっていうところ楽しみですね。ようやくねブロドにも出番があるのでしょうか。どうだ、お楽しみください。はい、今夜も僕たちと一緒に吸血鬼たちの物語に耳を澄ませましょう。 X&B ナイトフォールズカブンシーズン2ザ・サイレント・セイレーン第6夜屈辱、お楽しみください。飲みすぎだ。もうやめておけ。うっせえ。こんな時にはね。いい子ちゃんやってられるかよ。ここにいたのか。なんだ探偵か。事情聴取は終わったろ。気分悪いからあっちで飲んでろ。すまない。気持ちの整理がつかなくて荒れてるんだ。
俺は普通の親子みてえになりたかったんだよ。母親とか兄弟とか何もいなくたって構わねえ。だけどただ息子として受け入れてほしかった。たったそんだけだったのに。畜生。親父とよ、一度でいいから一緒に酒飲んでバカ笑いしてみたかったよ。でも俺はあいつに最後まで俺の存在を認めさせらんなかった。それは次に自分が抱く感情なのかもしれない。サリバン・ジュニアを前に僕はほんの少しその時を想像した。だが今はその時じゃない。サリバン・ジュニア、君はさもテオの犯行であるように印象づけて父親であるミスター・サリバンを殺そうとした。自分が何を成し遂げられるかを自分の存在を無視し続ける父親に認めさせる最終手段として。本当なのか、ジェイ？ああ、そうさ。一人か、探偵。おごろう。いらない。ネロのつけにして飲んでる。いい判断だ。隣に座るのを許可した覚えはない。いいじゃないか。空いているのだから。はあ、いい香りだ。飲むのも話すのも二人きりは初めてだな。タバコが欲しいなら買いに行かせよ。いい。僕はたった今禁煙を再開した。それならいいが。なあ探偵、率直に話をしよう。私はお前が考えている以上にお前を買ってるんだ。お前の素性を考えればできるだけ遠ざけたいと考える者が大半だろう。だが私は違う。私ならお前をもっと有益に使える。同胞として迎えてやれる。勧誘してるつもりか？くだらない。では話題を変えよう。ずっと聞いてみたかったんだ。歴史上ダンピールはヴァンパイアハンターとして生きるのが宿命とされてきた。生まれ持った能力を考えれば理解もできる。なのにお前はなぜその道を選ばなかった？私はただ興味があるんだ。エクスプロラドール・デルルース。お前が我々種族を滅ぼすべき敵とみなしていないのなら何として見てるのか。父親のことをどう思っているのか。うんざりだ。ここ 1,2 時間だけでもなんで同じことを聞かれたか。父親に特別な感情はない。愛情も憎悪も。僕を突き動かすのはいつだって知識欲だ。けれど会いたいんだろう。だからビョルンの忠告も聞かず罠だと思っているのにここまで来た。そして私を隣に座らせさえしている。口では拒否していながらだ。そこまで情熱的に求めた知識欲が満たされた時、
お前はどうするんだ？ミスター・サリバンを殺したのはテオドレールだ。ほう。ならば私も答えよう。ビョルンのたのは誰か知っているか？僕の助手はどこだ？冷たい鉄、皮膚に食い込む感触、知らない部屋、鎖、拘束された両手首。目を覚ました俺が自分に何が起きたのかを理解するのにそう時間はかからなかった。最悪だ。情けない。よう、やっとお目覚めか先輩。お前何飲ませた？今頃気づいたって遅えんだよ。気持ちよさそうに寝てたな。おいおい、反応薄いな。まだ寝ぼけてんじゃねえの？ほらもっといい顔しろよ。やめろ。人に物を頼むときは丁寧に言えよ。やめてくださいってお前が俺に教えてくれたんだろ。けどな、ディモルガードの坊ちゃん、お前マジでちょろすぎて拍子抜けしたぜ。あれだけ警戒してたくせに酒と昔話でちょっと情をくすぐるだけで気緩めやがって。どんだけ安いんだよ。名門ディモルガードの名が泣くぜ。図星すぎて言い返す言葉がない。X に罠だの警戒しろだのあれだけ偉そうに言ったくせに自分がこのざま。本当に最悪だ。さてどうしてやろうか。お前には100年分のストレスが溜まってんだよ。その分たっぷり楽しませてもらわねえとな。どうさ、泣き声はまだか。なあ、許してくださいって泣いてみろよ。可愛く言えたら考えてやるかもよ。勝手な真似してるとまたブロドに怒られるぞ。なあ、こんなことブロドが許すわけないだろ。お前100年一緒にいてそんなのもわかんねえの？裏切り者の分際でてめえの方がブロードを分かってるみてえな口聞いてんじゃねえよ。くっそ。そういやお前昔俺に聞いてきたことあったよな。自分を吸血鬼にしたやつをどうやって殺したのかって。昔話が好きなやつだな。俺に会えてそんなに嬉しいのかよ。いい機会だから実践で教えてやるよ先輩。眷属が主を殺したっていうからどんな特殊な方法なのかと思ったらこんな原始的なやり方なのか。がっかりだな。
サンドバッグ状態のくせに余裕あんじゃねえか。今やってんのは単なる俺の趣味。この程度でへばってもらっちゃ困るぜ。お楽しみはこれからなんだからな。ネロの体がくるりと一回転するのが見えた瞬間、回し蹴りのかかとが容赦なく溝落ちをえぐってくる。さすがの衝撃で顔を歪めた時、助けた方がいいのか B。 X。 いつの間にここは拷問部屋に変わったんだネロ。勘違いされちゃ困るぜ。ここは俺の趣味の部屋だ。僕の助手と遊びたければまず僕の許可を取れ。いつもお前を心配してる俺の気持ちがちょっとは分かっただろう。うっせえな。さっきまでしけた面してやがったくせに。そう言い終わると同時にネロは俺の背後から片腕を首に巻きつけ、気管を潰すように締め上げてきた。俺の紳士だからな。お口チャックの仕方を選ばせてやるよ。舌引っ張り出してやるからてめえで噛み切るか、それともこのまま首をへし折るか。 B。 さあ第6話いかがでしたでしょうかね。お二人どうですか。ちょっとさ、意外なシーンというか、X とブロドのがさ、ね、初めてのツーショット。いやほんまにほんまにすごいですね。しかも穏やかな感じで2人でさ、穏やかっていうわけじゃないけど、想像したらさちょっとおもろない。 X がさワークアウトこうやってさブロド隣来て座っていいと許可しないとか言ってさ、飲もうよ。いやいや何いややっぱ寂しい。やっぱちょっと関わりたいんだ。急に来るやんみたいなね。いやでもその中でもね、やっぱりこう B の過去がそうですね、なんとなくよ。もうなんいつになったら明かされんのこれ。なんとなくかなり物語のなんかね大事な部分を担ってる感じがしますね。いや大事な部分もだし、僕も収録中やっぱりこうね第6話ですから、結構1話から5話まで撮ってきて終盤のに差し掛かってる中で、ボコボコ具合もうなんかね体が疲れてんのか、そのビョルン自身が大変なのか、もうちょっと区別つかない瞬間が多々あったんで。ほんまに殴られてたんですか。山下さんやめてくださいよ、山下ちょっと加減してくださいよって言いながらね、やっぱリアリティが大事だよねって言いながら殴ってた。怖い笑顔でね。そんなことはなかったよ。名誉のために言ってきます。我々ちゃんと部屋離れてた。そういや本当に大変な思いしてました。瞬間は自分の体からあんな音が出んのかと思いながらねやってましたよ。いやでも確かにしんどそうやなとは思いました。確かにしんどかったです。いや面白かったですけどね。そんな中でまだまだちょっとピンチはくぐり抜けられるかどうかはね定かじゃないですから。いやまだまだ話続きますから。確かに。はい。まあどうなるか楽しみでございます。はい。第7話の配信は9月18日を予定しています。お楽しみに。今夜のミッドナイトスナック、そろそろお開きの時間でございます。いやもう本当にまだあるから。まだあるんですよ。だってねシーズン1なんか全7話でしたけど、確かにまだありますから。まだありますからね。すごいですね。こっからどうなんのよ。本当ほんまですよ。こっからどう展開していくのみたいな、いろんなところで起きすぎてて、ほんまに終着点がわからないね。もしかしたら X がねビーって叫んで次回最終話の可能性もね。そんなことある？ないか。ね、びっくりしますけど。いやでも本当にねまだまだ続きますので、皆さんこの番組ともどもですね、そうですね、見ていただければと思います。はい。最後に番組からのお知らせです。はい、この番組ではリスナーの皆さんからのメッセージを募集中です。
感想はもちろんあなたの知っているオカルトストーリー、都市伝説、オリジナルの怖い話などぜひ僕たちに教えてください。はい、そしてこの番組を気に入ってくれたら高評価&フォローもよろしくお願いします。投稿はですね、ハッシュタグ X&B をつけて X、インスタグラム、YouTube でコミュニティでシェアしてください。先走りましたはい、それではまた次回のスナックタイムでお会いしましょう。皆さん良い夜を。おやすみなさい。